皆さん、こんにちは。アボちゃんの観察日記です。今回は、アジサイの観察日記。我が家で咲いていたアジサイのお花と、そのアジサイで刺した挿し木の、成功と失敗の様子をお届けします。2024年3月30日。割引になっていたので、購入して育てていた PW のブライダルシャワー。そこから1ヶ月が経とうとする前の4月24日。ブライダルシャワーはものすごい勢いで成長していました。花が咲くのが早いんじゃない。それに、そのピンピン生えている枝は不格好じゃない？せっかくお花がきれいに咲いているし、周りの枝は切っていくことにするね。さっぱりしてきれいになったね。この時期の緑色が入ったお花がとてもきれい。ピンピンした枝の葉を見ると、卵か虫か何か気色悪いものがついていた。切ってよかった。他の枝は虫などついておらず、元気もいいので、刺し目に挑戦してみることにしました。土に刺す方を斜めに切って、広がっている葉っぱを少し切って、このくらいにしてみました。切り取った枝から2本くらいの刺し穂が取れました。先端の刺し穂か途中の刺し穂か、どの刺し穂から根っこが生えるかわからなかったので、できる分だけ刺し穂を作りました。刺し穂を水につけている間に、土の準備をしました。種まき用の土とボラ土の細粒を混ぜて使いました。土の準備ができたら、水を入れた容器に土ポットをつけます。刺し穂も土もしっかり吸水させます。土がしっかり湿ったようなので、刺し穂を刺していきます。刺し穂が思ったよりたくさんありました。とりあえず全部刺してしまおうと思って、無理して小さな隙間に刺していきました。5月5日、刺し木をしてから11日後、葉っぱが大きくなってきました。その頃、鉢植えの親株は、緑がかったお花がほんのりピンク色に、花のサイズも一回り大きくなっていました。ブライダルシャワーは豪華で見応えありますね。5月12日、株が少し乱れてきました。よく見ると、花びらが茶色くなってきています。5月24日、挿し木をしてから1ヶ月経ちました。根っこが生えているかな？一本一本が長くはないけど、たくさん生えていますね。数えたら28本挿し木をしていたのですが、小さいのも先端の挿し穂も途中枝も28本全部根っこが生えていました。28本もいらないので、とりあえず10本だけ残して、あとは処分しました。ブランド苗は譲渡ができないので、使わないものはもったいないけど、捨てるしかありません。元気が良さそうな10本の挿し木を、小さな鉢に植えて育てることにしました。その頃、親株も新芽が伸びてきていました。ブライダルシャワーは、挿し木をする時期が、ちょうど合っていたのかなと思います。5月30日、コンペイトウという名のアジサイが、咲き出しました。こっちも挿し木で増やせたらと思い、挿し木をすることにしました。大きなつぼみがついていたので、枝を切るのが
少し寂しい気持ちでした。挿し穂にするために、大きなつぼみは落としました。葉っぱも大きいので、余分な葉を取り除いたり、葉っぱを小さくしたりしました。葉の付け根に芽がついているものだけを、今回は挿し穂に選びました。挿し穂ができました。茎が太いので、一晩かけてじっくり吸水させることにしました。5月31日、種まき用の土とボラ土の細粒の混合、それにマグアンプ系を少々入れて、挿し木の土を作りました。ある程度かき混ぜたら、お水を足してまたかき混ぜます。挿し穂は底面吸水させるので、水が染み込みやすい程度に土が濡れていれば OK。挿し穂用の容器は、牛丼屋さんでテイクアウトした牛丼の容器を使いました。どうやら根っこを生やすには、土の中があまり冷たくない方がいいみたい。それでいて空気が通らないと根が生えない感じがします。それで保温性があるこのような容器を使い、容器の側面と底にはたくさんの穴を開けました。深さもそれほど深くなく、大きすぎない大きさであれば、通気性を確保しやすいのではないかと思います。土を詰めた後、挿し穂を刺して日陰に置きました。6月4日、この頃の金平糖がとても綺麗。土の酸度を変えれば青色に咲くようだけれど、ピンクでもとても綺麗なので、土は肥料を入れるだけで育てています。安値で買った名前のないアジサイ。昨年まであまり綺麗に咲かなかったけれど、今年はとても綺麗に咲いてくれました。花びらに緑の差し色が入っているんです。この子も差し木をして苗を増やしたくなりました。6月7日、挿し木をしてから1週間後、葉の付け根についている芽が、ちょっとだけ大きくなった感じがしました。その頃、ブライダルシャワーが大きく育っていました。挿し木の苗も順調に育っています。6月10日、こちらも安値で買った名前のない赤いアジサイ。これもとても綺麗な赤い花が咲くけれど、あまりうまく育てることができないでいます。でも、なんとかけなげに生きてくれています。さっきご紹介した名前のないピンクのアジサイ。こちらは我が家の環境に慣れたみたいで、花を割とつけてくれました。花が無事に咲いてくれると嬉しいですよね。6月12日、少しずつ色づいていくのを見るのも、とても幸せな気分になります。その頃、金平糖の親株からも、葉の付け根から芽が出てきていました。挿し木の金平糖も、芽から葉っぱが開いてきました。6月19日、挿し木をしてから19日後、芽が膨らんだり、芽から葉に展開しているものが増えて、順調に育っていることを実感できるようになってきました。ブライダルシャワーの挿し木苗。新芽の葉が色が薄いです。しばらく雨が続く予報も出ているので、固形肥料10、10、10を入れました。6月22日、長ないピンクのアジサイが花の盛りになりました。アジサイは綺麗やな。7月8日、挿し木同士が大きくなってきて、葉がぶつかり合っています。ちょっと早い感じがしますが、移植することにしました。挿し木をしてから40日くらいだと、葉が生きていても根が生えていないものもあるし、
根が生えているものは芽も大きくなっています。そして根が生えている場所が差し穂の先ではなくて地上部に近い部分であることが分かりました。8本の差し穂のうち根が生えていたのは5本でした。根が生えていないものも枯れてはいないので、時間が経てば根が生えるかもしれません。でも葉の付け根に芽がついている方が根っこが生えやすいようにも感じました。最後に根を確認したのはアジサイではなくて枝が折れたインパチェンスです。刺してたら根が一番生えていました。根の生えた差し穂だけポットに植えました。しかし16日後の7月24日、このように無残な姿になってしまいました。この時点で2本が枯れました。ポットに移し替えた7月8日以降、最高気温が30度以上を超える日が多く、それまでは雨の日が多かったのに、それ以降はほとんど晴れていました。生き残ったものも根が減っていたように思います。なんとか生き残ってほしくて、植え替えて日陰で管理してみましたが、8月18日、完全に枯れました。大失敗です。ブライダルシャワーの挿し木苗は全部生きていますし、新しい葉も出ています。親株も生きているし、名もないピンクのアジサイも、葉はなくなっているけど、芽はちゃんと出ている。8月23日、連日の暑さでしおれてしまう名もなき赤いアジサイさえ、茎を引っ張っても苗が抜けないほど根がしっかりしている。8月8日の時点で植え替えをしたのが間違いだったと思います。茎の大きさに対してまだ根の量が少ないと思いました。もっとしっかり根を生やしてから植え替えるべきだし、植え替えた後、日向の場所に移したのも悪かった。挿し木の時点では葉が大きくなることを考慮して、容器を変えるか、植える本数を変えるか、何らかの工夫も必要だと思いました。今回は反省点が多い結果となってしまいました。また次も挿し木をやろうと思います。次にうまくできたら、鉢植えでブルーの金平糖を楽しむこともできますし、他のアジサイも増やして、綺麗をもっと味わいたいです。ということで、今回はここで終わりです。今回の後半は失敗談でしたが、皆さんに少しでもお役に立てたら嬉しいです。それではまた。最後まで動画をご覧くださりありがとうございます。よろしかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。次回もまた見てくださいね。